ちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。本日はセントラルラリー愛知岐阜2019にご来場いただきまして誠にありがとうございます。すごい人ですね。すごい嬉しいです、本当に。はい、我々の目的というよりも違う目的だと思いますけど、はい、すごくありがたいです。さあ、それではただいまよりペター・ソルベルグトマキネントークショーをお届けしたいと思います。今回の進行を務めます私安藤弘樹と申します。よろしくお願いいたします。さあ、そして同じく司会進行を務めます。はい、栗田香織です。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、まさに本日は WRC のレジェンドをお迎えするわけなんですけど、レジェンド中のレジェンドだと思います。誰もが知ってる。もう早速ね、皆さんそわそわしてると思うので、では栗田さん、準備大丈夫ですかね。大丈夫ですか。では栗田さん、はい、お願いします。お呼びしたいと思います。それでは大きな拍手でお迎えください。トミ・マキネンさんとペター・ソルベルグさんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。どうぞ。さあ、日本連続チャンピオン、そしてトヨタ100レーシング代表、そして2003年の WRC 世界チャンピオンペター・ソルベルグさん。どうぞ。さあ、それではね、どうしていきましょうか。はい、もうご紹介するまでもありませんが、トミー・マキネンさんは1996年から4年連続の世界チャンピオン、そしてペター・ソルベルグさんは2003年のワールドチャンピオンです。はい、ということでお話を伺います。我々ちょっと座らせていただきましょうか。はい、失礼いたします。さあ、では最初にまず伺いましょう。実は昨日も岡崎でトークショーをねしていただいたんですが、その時には聞きませんでしたが、今回の日本に来た目的といいますか、教えていただいてよろしいでしょうか。目的といいますか、なんでいらっしゃってくださったのかってですね。そうですね、今回とですね、今回とね。Yes, hi everybody. It is a big pleasure for us to be here today with you, all of you, to watch candidate rally and to see how it is. It will be next year. Next year, I'm sure it's going to be big rally and very important for all of us to see the World Championship round in Japan. And I hope also to be here to see when Toyota is winning the rally. ですね、まず皆さんお会いできて大変嬉しいです。で、今回の来日の目的は来年ここで WRC が帰ってきますので、それに向けてどんなラリーになるのかっていうのを、単純にラリーを楽しみに来ました。で、ここでまたいろんなトヨタも見れてよかったです。はい。じゃあ出たんです。Hello everybody. こんにちは。Well, for me, it's a long time ago I've been to Japan. Great to be back. Yesterday we had a fantastic event with Subaru. It was 1,200 Subarus there and 3,000 people, and incredible feeling. I was almost having a tear on the stage there, and to come here and support Rally Japan, very important, because future of motorsport in Japan is very important. With all your massive passion, and I hope everybody enjoy it. 皆さんこんにちは。しばらくぶりの来日になったんですけれども、昨日はですね、新城の方でファンミーティングに参加しまして、200台以上の WRX と3000人以上のファンの方々と触れ合えてとても楽しかったですし、こうやってラリージャパンが来ることを私は本当に応援してますし、日本のモータースポーツにとってここでラリーを行うことは本当に大事だと思っているので、非常に楽しんでます。皆さんも楽しんでいただければと思います。実は昨日フーツスバルは1000だったそうです。200台じゃなくて1000台集まったんです。すみません、1000台ですよ。大丈夫です。役は間違ってないんですけど、実は1000台だったという。1,200 Subarus. 1200です。ごめんなさい。じゃあそっちの方がいいです。さあ、ということでね、本来でしたら息子さんのオリバーも一緒に来る予定だったんですけれども、ちょっと怪我されたんですか。Yeah, we are living on the farm and a lot of forests, and he was driving a coal bike and he
had a small off, and he destroyed his arm a little bit. But he will be okay in 3 weeks, and he will definitely come to Japan and drive the rally next year and the World Championship. 農園の方に住んでるもんですから、森も近くにあって、ちょっと自転車乗ってたらコースオフしちゃってですね、右肘を骨折して、ただ3週間以内に治りますので、来年は間違いなくここでラリーを走ってると思います。楽しみです。楽しみ。オリバーね。でそのオリバー選手も先日のグレートブリテンに、ね、出場されてまして WRC2 でお父さんと一緒に出たかと思うんですけれどもの走りご覧になってマキネンさんはいかがでしたか？ Yeah, well, it is very good. Because he's doing very well, very fast in different conditions, and sure he is the future comer as well as we want to see Takamoto-san and other young drivers in the future, Valero Vampere and Oliver together competing together. Surely they will be on the highest level. Hiroki as well. とてもいい走りをしていましたし、環境が変わる中でもね、しっかり走ってたので、とても速いと思いましたし、彼のような若い世代、それに加えて勝田貴元選手だったり、新井宏樹選手だったり、そういった若い選手がどんどんラリーに出てくることがとてもいいと思います。そのオリバー選手のラリーの才能というのはお父さんと同じレベルですか？お父さん以上ですか？いい質問で、グッドクエスチョンです。As we have seen the generations improvement and development, maybe. Basically, I was joking already earlier that I mentioned better that it's good to see your son because he's faster than you. 世代でね、どんどん運転技術が進化していくので、なかなか比較は難しいんですけれども、実際ジョークを言ってまして、見るのいいよねと、君より速いからねって言ってました。でもね、お父さん嬉しいですよね、速くなるね。I think it's good to retire. I think it's good. It's coming a lot of young drivers now, and me and Tommy, we have to help the young guys and help young Japanese drivers to come up to the top. And with all the experience we have, but I think Tommy have already done a fantastic job. The first young driver he was supporting properly was me to be a world champion, so it worked well. 引退する時が来たなと思いましたし、こうやって僕だったりトミーさんが若い世代のドライバーを育てていくことがとても大事なことだと思います。で、トミーさんは実はもうすでにとてもそういう若いドライバーを育ててうまくやってて、その最初の生徒が僕だと。2003年のワールドチャンピオンになったのは彼のおかげだ。そう、2002年と2003年でね、金メダルとしてちゃんとやってますよね。はい。じゃあ話題はちょっと私の気になる話題を振りたいんですが、オート・タナキ選手、ヒュンダイに移籍が発表されました。まずはおめでとうございますからですけどね。ドライブサイトね、取りました。タナキ選手手放して大丈夫ですけど、いいんですか？ストレートに聞くな。Of course, it is sad to see that he left us and went to Honda. That's the motorsport and the decision with the drivers. He wanted to see another new team, and if you look the career of the drivers, it's not such a long. And if you want to see something else, you're free to go somewhere, continue to do new challenges, and we let him to try that. I'm not sure is it going to be easy with him, and we will see next year. It's also interesting, and we are looking our drivers, and we will be there competing flat out next year with our strong driver lineup, and we try to make hard time for him. もちろん残念、びっくりしました、残念ですけども、モータースポーツの世界なんでこういうことはよくありますし、彼が新しい環境で新しい挑戦をしたいと思ったことも理解できるので、来年はそんな彼も間違いなく全開で来ると思うので、我々も今ちょっとまだ発表はできないですけれども、我々の強力なラインナップで彼を迎え撃ちたいと思います。Maybe Tommy is doing comeback.
が復帰するんじゃないかなっていう。自ら努力 You are younger, you can say. 僕は年を取りすぎたり、ペターさんまだ若いのでどうだっていう。そうですね、トヨタのペターというね。たった今引退したんですけどね。Hey, not here in Japan. ここじゃないです。ここではまだしてないだろうって言ってます。さあね、いろんな楽しみがありますが、でそのうち多分ね、トヨタのドライバーもね、発表になると思いますので、それを皆さん待ちましょ待つでいいんですよね、私今聞こうと思ったんですけど、多分翻訳の人がね、訳してくれないかなと思って。さっき絶対 NG って言われたのに、この人聞こうとしてるんですよ。内弁してるんですよ。あなたしたっけない気になりますよね。さあ、トヨタガズレーションのドライバーは誰なのか。通訳してますか？ We already have a big number of drivers decided. All our truck drivers decided already. ドライバーでいうと車とかですね、機材を運ぶドライバーについても決定済みです、はい、その名前言われてもねその名前でよければさあね、移籍のねことで、そういうシーズンになってますけど、でもやっぱり何はともあれトヨタのオット・ダラク選手が今回ドライバーズタイトルを取ったということは間違いないので、そのお二人とも世界チャンピオンです。もうこれ本当に聞きたいんですが、世界チャンピオンになったドライバーがもう本当にね、喜んでます。You have to remember that when a driver wins the world championship, it's a big team behind it, and from behind Toyota and all the mechanics to catering and PR, it's so many people involved to make this happening. So the driver is just a part of it, but to have a good car and a good team, it's absolutely the biggest priority to work together. 覚えておいていただきたいんですけれども、ドライバー、我々2人チャンピオンになってますけれども、チャンピオンになる背後には非常に大きなチームだったり車だったり、もういろんな人が関わってくれて、その人たちの努力のおかげでドライバーの最後のワンピースであって、そういった人たちが支えてくれたからこそ我々はチャンピオンになれたんだと思います。本当にそうですね。本当に一つの部分でね、みたいなことをおっしゃってましたけど、でもあえて聞きます。でもチャンピオンになった時、すごくドライバーや喜びもありますね。僕は何もチャンピオンになったことありません。ちなみに彼女は学生のカンフーのチャンピオンです。なんとかなります。でも僕はならないので、チャンピオンになる瞬間、ワールドチャンピオンになった瞬間って一体どんな気持ちなんですか？どうしたらいうふうな喜びにつながるんですか？Well, I would say that there is some moments which you never forget. I would say maybe also with you when you won your first World Championship rally. That was one of the moments which I never forget. And also first World Championship title was absolutely something. But describe the feeling. How do you feel that it is? It's very, very difficult. That was the feeling was what that feeling was most what I'm missing when retired. When you're winning the rally, the feeling to win the rally, it's incredible. It's very, very difficult to describe. And that was really the missing moment after you realize that you cannot continue winning anymore, and now it is time to retire. 本当にですね、特別な瞬間というか、もう忘れられないような瞬間だと思います。僕だけじゃなくてペターさんも最初に勝った時はそうだったと思います。ただこの時の感情を表現しろと言われるとすごく難しくて、ただ絶対に忘れられないし、もう一回瞬間を味わいたいというのがずっと乗ってる現役の時代を思ったんですが、それが思えなくなった時はやっぱり引退した時かなと。ですし、引退した時それがもう一回味わえないと思うとすごく寂しかったのも覚えてます。I must say, like Tommy said there, I remember my first victory ever. It was in radio control when I was 14 years old in Norway, Norwegian champion. That was also a big moment that time in that level. And when I was world champion, I remember Tommy came home with me
And I remember the words Tommy told me, I want to come home with you, Petter, to see and get that feeling how it is when you are world champion. And I must say that was very respectful. It was a very good night. ワールドチャンピオンの前に14歳で初めてラリーに勝ったノルウェー選手権だったんですけど、その時の瞬間もまだ覚えてますし、初めてチャンピオンを取った時、チームメイトなんですよね。で家に一緒にトミは帰ってくれて、でその時家に着いた瞬間に最初の帰った時にどんな風に思うのかって俺見たかったから一緒に来たんで、すごく温かく、あの時は本当に嬉しかったっていう。And also the last thing, when this is happening, is to see all the mechanics, all the teams, and all the fans that following, if it's Subaru or Toyota, that how much emotion it comes into the whole part and so many people involved. It's incredible feeling. So a lot of you are part of this when we are winning, you know. 勝った瞬間に、チーム、メカだけじゃなくてですね、エンジニア、そしてファンの方々、いろんな人が一緒になって喜んでくれて、そこにはスバルもトヨタもなくて、本当にみんなで喜んでくれて、でここにいらっしゃる今日の皆さんもそういった喜びの一部分に絶対なれますんで、その日をまた楽しみに一緒に祝ってもらえばと思います。本当に皆さんもその一部とおっしゃってましたもんね。そのチャンピオンの喜ぶっていうことで言うと、いやー、世界チャンピオンってやっぱりディフィカルトゥディスクライブっていう言葉がすごいなんか分かる人もどう言っていいか分からないぐらいのっていうことなんでしょうね。はい、今年で言うとオイト・タナック選手6勝挙げてタイトル取りましたけれども、一つのイベントで優勝するのとタイトルを取るっていうのはどう違うのか聞きたいなと。なるほど。一勝とチャンピオンとね。こんなに違う。ものすごく大きい。はい。栗田さんどうでした？チャンピオンになった時の気持ちは。私ですか？いや、そんなもう小さい世界のチャンピオンなんて全然。What was your feeling? どうですか？ハッピー？ハッピーね。That's it. ほっとしそれだけ？ました。それだけほっとしたんですね。安心したっていうね、ちょっとね。さあ、栗田さんやっぱりこの聞きたいですね。じゃあチャンピオンになるには何が必要なのか、何が他とチャンピオンになれなかった時と違うのか、どう思いますか？何が必要ですか？ You have to be a lot of passion. That's first of all. まず最初に情熱がなきゃダメです。And I have to tell a story again. It's strange with Tommy here. It's very strange. But in 95, 96, you know, I came from rallycross and hill climb, and I went to a Swedish rally. Was sleeping in the bus. It was minus 20, and I went into the forest, and I was looking at Tommy, and he won. And when you see on the prize giving with the champagne and everything, you start to dream, and you want to be the same. You are always heroes that you look up to. And a few years later, you are ending up a teammate, standing on the podium and winning with the guy that you actually look up to massively. So the life is strange sometimes, but you know you need heroes and dreams and a lot of passion to reach your goals. You know. トミさんの前でこういうことを言うのはちょっと奇妙な感じかもしれませんけれども、95年、96年のあたりで私はラリークロスだったり乗ってて、地元に、ね、いたんですけど、その年のラリースウェーデンにバスの中で寝ながらマイナス20度のところで観戦をしてました。その時マキネンさんが勝ってでシャンペンファイトをしてるのを見たんです、でその見てる姿に憧れて、ああなりたい、まさに彼をヒーローだと思ってですね、それからラリーに転向して、で最終的にはその人がチームメイトになって一緒に走るっていうのがまたすごく奇妙な感じはしたんですけども、やっぱりそういったヒーローに憧れてそうなりたいと思うことも大事だと思います。そうですね。Yeah, well, there is big, as Peter mentioned, lots of people behind of you make it possible to happen. Whole team, all mechanics, all members supporting you, what you are doing. But then finally, when you are there, you alone, and you have to be able to make decision and stay in your decision what you have done and try to do the best. Whatever it is, even sometimes you make some small mistake and it's not the best one, but you have to stay there. These kind of elements, driver who wants to win, that is in rallying or
wherever in motorsport in general, you have to stay behind of the decision you do and trust yourself. That's the one of the I would say that you trust yourself and keep going. ペターさんが先ほどからおっしゃっているようにチャンピオンになるためには本当にいろんな方々の支えが必要です。ただそうした方々の支えのもとラリーに出て最終的には自分一人になる瞬間があります。その時にいろんな環境の中で正しい判断をしたり時にはですね自分を律することも大事です。そういうことがちゃんとできることをドライバーじゃないと勝てないと思います。さあそしてね今ねアイドルだった人と一緒にチームメイトっていう風になったって話しましたけどペターさんが最初にそのマキネさんと、その最初にチームメイトになるって知った時どういうふうに思いましたペターさん。Well, when Tommy came to the team, you have to stay focused because I knew he was very, very fast. And but in some way, Tommy was that type of guy that was actually helping me a lot. And when you are a winner, it's not everybody who is like that. But I think that was very good. I think every driver is very special, but it's the best time of my career ever that I had, and I think that's very good. トミさんが非常に速いドライバーだっていうのは知ってたのでまずは自分のやることに集中しようと思ったんですけどじゃあトミさんがすごく僕に対していろんなことを教えてくれる人だったので、いろんなドライバーと組んでみんなそれぞれ特別な人たちなんですけど、特にトミさんと組んだ2年間というのは本当に特別な思い出であります。そうでしょうね。でも普通、ライバルにはあんまり教えたくない、ね、チームメイトとはいえね。もちろんそうですライバルでしたよ。そうディスタンスが広がりました。I think rallying is very different. You know, we are driving all around the world on tarmac, gravel, snow. We meet each other on planes and stuff. I think rally drivers are different. There is more friendship than maybe many other sports, and you are away from family and friends so much. So you have to stick together a little bit to, you know, same as the mechanics and engineers. You have to try to have fun with what we do, and with fun, you know, you can achieve a lot of things. WRC というのは世界中を回っていろんな路面走りますのでターマック、グラベル、スノーと本当にですねなんか他のスポーツよりもドライバー間の友情っていうのは深いと思いますしチームだけじゃなくてドライバーそのものもですね家族だったり兄弟みたいな感じで本当に仲良くやってました。I remember one very funny thing. It was first time I jumped to Subaru became to Petter's teammate, and that was the very first test in Monte Carlo. Petter wanted to sit with to be co-driving to come to see how I'm driving, and he was pretty much satisfied with what he was seeing, and then he noticed at the end, yes, no dramas, you drive very well, but I'm faster. But then the result of the rally was that I won the rally. 本当に初年度一番最初にですねスバルのテストに参加した時にトミさんが運転してでペダーさんが助手席で一緒にテストしました。でその時にトミさんが、車は行っててで車の調子なんかをお互い話した時にペダーさんが、いいよねとでも俺の方が早く運転できるよとペダーさんがトミに言ったそうです、ただその年の最初のモンテカルロで勝ったのはトミ・マキネンさんです、すごいね。でもねそのレジェンドに向かって俺の方が早いっていうペターさんがすごいですね。さあちょっと話題変えましてこれで来年の2020年ね10年ぶりのラリージャパン復活しましてまさにこの会場で WRC のマシーンが、走るということになりますが、今回実際走ってみて今回こちらのコースの印象というのはどうですか。Well, I think you have very nice roads here. You know, every tarmac rally is a little bit different, but this is quite unique after what the drivers say, how it is a lot under the trees and twisty. Down here,
I think the organizers have done a fantastic job that you can get close to see the rally cars on the stage and so close to the service park. So, you know, rallying is for you guys to get the feeling of how the cars and drivers are. And I really enjoyed it earlier when I drove the Subaru, and good fun to drive again. So I think you will have a great future to follow this rallying, and especially like Tommy said earlier, next year it will be a big year, and I'm so grateful that rallying is coming back to Japan. 木々で囲まれたね、ツイスティーな路面だとかそういう話もありますけども、今日走ったここのステージは本当に主催者の努力を感じまして、お客さんは本当に近くで見ていただけることができたと思います。で、このラリーっていうのはここにいらっしゃるファンの皆様のものであって、皆さんがいかにこのドライバーだったり車と近くに感じていただいて楽しんでいただけるか、そういう競技ですので、ぜひ先ほどトミさんも言ったように、来年のラリージャパンっていうのはもっともっと楽しんでいただけると思いますので、皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。さっきデモランの時にペターさんがデモランした時にコース上でねターンしたんですよ。ですごく近くにいて、石が私に当たってすごく嬉しかったんです。石が当たって嬉しかった。いやもう一生ここは洗わないというですね。Well, the thing is, you know, when you're watching, you always have to think safety, you know, for sure. But nobody's driving like I did down there anyway, so it's okay. ラリー見ていただくときには必ず安全には気をつけていただきたいんですけれども、あんなところでドーナツターンをするのは僕ぐらいなので、皆さん安心して見てください。はい、本当ね素晴らしい走りでした。で残念なんですが、そろそろお時間の方が迫ってまいりましたので、最後に一言ずついただきたいと思います。まずペターさんなんですが、今年現役を引退されるということで、今後の活動を教えてください。You know, I had a fantastic career. You're So never retired. 引退なんかさせないぞって。well, I had a fantastic career, but I have some other dreams that I want to achieve with somebody, and hopefully one day I will beat Tommy again. 引退はしますけどし、これまで素晴らしいキャリアがありましたけど、まだ夢はあって、まだ将来誰かを倒したいな、その相手はここにいるトミさんかなと思ってます。見たいですね。見たいですね。そしてマキネンさんなんですが。Yeah, well, it's been amazing being back to see all fans all over the world, and still see that so many of them around. Thanks for all of you. Again here in Japan, it's nice and very good feeling to be here together with you. So we continue from this on this side to running the team and giving the possibilities for the fastest and newcomers and try to reach victories all over and titles. That is our second life and second chance, and I must say big thanks for that possibility to do it and continue for Toyota people and especially for Akio Toyota. And since we started this, it's been very interesting project, and we hope to continue success and even harder work and to make ever better cars. まずこうして皆さんに再び会えたのは本当に嬉しいですし、世界中からこうやっていろんなファンの方に集まっているところで走れるというのは本当にいいと思ってます。で、こうしてまた勝ち続けられることも第二の人生としていいなと思いますし、このプロジェクトが始まった時はですね、特に豊田章男社長とはですね、ずっとラリーをやっていきたいよねっていうことで始めてますんで、このまままた新しいラインナップで、来年もチャンピオンシップを狙う走りができればいいなと思ってます。まず来週のオーストラリア、そうね。マニファクチャラーズタイトル2連覇かかってます。今ヒュンダイと18ポイント差ですが、逆転できますか？ Yeah, we are looking forward to be in Australia very much, but unfortunately some bad news because of some fire, and now we don't know exactly. We heard latest information was that stages are cancelled.
and just some wedding bell area might be decided today. Later, we don't know exactly what's going on with the rally. It might be so that we don't need to be there. We don't know yet. もちろん毎年我々強いラリーですので楽しみにしてますけれども、ちょっと心配なニュースがあって、ラリーオーストラリアをやってる地域に今山火事があります。でもしかするとステージがキャンセルになってしまったり、最悪の場合ラリーそのままキャンセルになるかもしれないので、ちょっと心配をしてますけども、ただ全力で戦います。皆さんもね、トヨタの2連覇見たいですよね。はい、応援しましょう。はい、ということで以上で、こんにちは。ここに来てこんにちはですということでございまして、一番。さあペター・ソルベルさんとマキネンのトークショーはねこれで終了ですが、久田さん、この後は、Thank you。この後サイン会を行います。はい。Thank you。そうなんです。じゃあね、説明しません。